マルジェラの話をしたい。以前のこの動画でマルジェラのことをお話ししましたけど、もうね、マルジェラ熱が冷めやらぬ。むしろ加速しちゃってますね。夜な夜なベッドの中でスマホを握りしめてマルジェラの服を調べちゃってる始末で、もう完全に沼の中ですね、これね。ただガリアーノの功罪といいますか、ガリアーノがクリエイティブディレクターになってからメゾンマルジェラって完全にラグジュアリーブランドになってしまいましたよね。服は可愛いのに値段は可愛くないなかなか買いづらくなってしまったのが切ないですね。でも買えないんだったらせめて最高におしゃれなコーディネートを妄想するのは自由だと思いませんか？いつか買った時のことを想像して。というわけで今回はマルジェラの中でも超絶定番人気アイテムを4つ使って、もしマルジェラのあの服を着るなら腕元にはどの時計をつけるという私の独断と偏見に満ちた究極の妄想スタイリングを発表しちゃいたいと思います。マルジェラ好きな人も時計が好きな人もぜひ最後までお付き合いくださいね。ではまず1つ目のアイテム、マルジェラといえばやっぱりこれ、5ジップライダースジャケット、通称ハの字ライダースです。これはマルタン時代から愛されているライダースジャケットの名作中の名作。フロントにドーンと斜めに入った大きなジップがハの字型になっているのが最大の特徴です。で、このアイテムを使った公式のコーディネートはこんな感じ。かっこいいですよね。ライダースなので男臭さもあるんですが、でもライダース特有の装飾がそがれていたりしてどこか洗練された雰囲気もありますよね。で、これに合わせたい時計はこれ、ロレックスのエクワンですね。男らしさのあるライダースにはスポーツウォッチを合わせたいじゃないですか。でもごつすぎるのはハの字の洗練された感じを邪魔しちゃう気がして、その点エクワンは余計な装飾がなくてシンプルでもちゃんと主張がある。ゴリゴリのライダースではなくハの字っていうところでシンプルでかつスポーティーなエクワンがすごく合うと思います。正直いろいろ考えたんですけど、エクワン以上にぴったりなモデルはないんじゃないですかね。まあ変な話、マルジェラに限らずエクワンはどんなライダースジャケットにも正解だと思うんですけど、この黒のレザー、シルバーのジップとエクワンの組み合わせは控えめに言って最高です。はい。ではお次のアイテムに行きましょう。続いて2つ目のアイテムはこちら、エルボーパッチニットです。これもマルジェラの定番アイテムですよね。肘の部分にレザーのパッチがついているのが特徴で、ニット以外にもこのディティールが使われたりしていましたね。それでこのニットですけど、今までのビッグシルエットの流れの中では今一つ影が薄かったようなんですけど、最近のクラシック回帰のトレンドでは割と感度の高い人の気分らしくて、今また人気が再燃しそうな雰囲気はありますね。このアイテムを使った公式のコーディネートはこんな感じ。それでこのエルボーパッチって調べてみたら、もともとはハンティングジャケットが由来らしいんですが、マルジェラの場合どちらかというと修理や補強をして服を長く使うという意味合いが強いみたいですね。この修理とか補強とかっていうところから感じる武骨さ、その辺をイメージして選んだ時計がこちら、ハミルトンのカーキフィールドです。ニットっていうと上品なアイテムなんで、ストレートに行くんならドレス系のモデルを合わせがちだと思うんです。でもエルボーパッチが一種の外し要素になってるじゃないですか。だったら時計もあえて外してみたい。で、マルジェラというかマルタンといえばミリタリーっていうところもあるので、ミリタリーウォッチと合わせたいと思って、その線で考えるとカーキフィールドが相性抜群じゃないかと思って選んでみました。まあミリタリーっていうと代表的なモデルを挙げると、例えば IWC のマーク20とかも考えたんですけど、あんまり高価格帯のモデルだとちょっと綺麗すぎるというか高級感が出過ぎかなと思うんです。なのでこのカーキフィールドのちょっと武骨でツール感のある雰囲気がエルボーパッチと絶妙にマッチすると思うんですよね。はい。では3つ目、実はこれ今私が一番リアルに欲しいやつですそのアイテムはこちら、ドライバーズニットです。これもマルタン時代から続く名品ですね。名前の通りトラックのドライバーが防寒着として着ていたニットがルーツのアイテムで、座った時に裾が邪魔にならないダブルジップ、長めの袖、引っかかりをなくすためのポケットレス、とてもミニマルなデザインが素敵です。で、このアイテムを使った公式のコーディネートはこんな感じ。いやー、めちゃくちゃかっこよくないですか？
本来は労働着だったニットがマルジェラの手にかかるとこんなに美しいファッションアイテムに昇華しちゃうんすよね。それでこのアイテムに合わせたい時計なんですけど、ラグスポ系の時計ですね。というのもラグスポの生みの親ジェラルド・ジェンタがロイヤルオークに関して土日にセーターを着て街に出かける時にはぴったりっていうことを言っていたので、まさにそのイメージです。ニット着てラグスポをさらっとつけこなしている大人、余裕があってかっこよくないですか？それで具体的にどのモデルがいいかは非常に悩むところですが、ジェラルド・ジェンタといえばオーデマ・ピゲのロイヤルオークだとギラギラ感があってやりすぎかなと思うんですよね。同じジェンタデザインであればパテックフィリップのノーチラスの方が丸みがあって雰囲気はぴったりなんですが、こちらも価格等々含めてやりすぎですよね。じゃあもうちょっとリアリティのある路線でいくと、私としては上品側に振りたいので、上品で丸みがあるっていうとカルティエのサントスなんかがいいんじゃないかと。すみません、これ幾度となくこすってますけど好きなんでそれ以外って考えるとショパールのアルパインイーグルも好みですね。ドライバーズニットっていうきれいめだけど労働着っていうルーツのあるハイブリッドなアイテムにはラグスポっていうドレス要素があってスポーティーすぎないスポーツウォッチがぴったりだと思います。でラグスポの中でもより柔らかい雰囲気があって上品なやつが私は合うと思うんですよね。では4つ目いきましょうか。最後のアイテムはこちら、ノーカラージャケットです。これはガリアーノの時に定番になったアイテムですが、ルーツはマルタン・マルジェラがエルメスのデザイナーだった時のものだそう。でこのジャケット、名前の通り襟がなくてさらに柔らかい作りになっているんですね。ジャケットというとかなりかっちりしたアイテムですけど、かなりカジュアル寄りになっていてカーディガンのようにさらっと羽織れるのが魅力ですね。でこのアイテムを使った公式のコーディネートはこんな感じ。これもかっこいいですよね。きれいめなんですけどどこか違和感があってある意味マルジェラらしい感じがしてかなり好きですね。それでこれにはやっぱりドレス系のモデルを合わせたいんですが、普通のドレスウォッチだとつまらないじゃないですか。この脱構築的で変則的なジャケットには少し変わったドレスウォッチを合わせたいということで選んでみたのがこちら、カルティエのタンクマスト。このモデルはどうでしょうか。ジャケットから襟をなくしたようにダイヤルからインデックスをなくしたこのモデル、シンプルなジャケットにシンプルなダイヤルなんですけど、どっちも正統派のドレスアイテムにひとひねり加えたってところがぴったりじゃないですか。しかもどことなく漂ってくる色気、そしてこだわり感がまたいいと思うんです。アンチモードのマルジェラにこの言葉を使うのは矛盾している感じはしますが、ちょっとモード感が漂っていて合うんじゃないかというわけで選んでみました。というわけでマルジェラの超定番アイテム4点に合わせた私の妄想腕時計スタイリング、いかがだったでしょうか。こうやって見るとガチガチに硬派なハの字ライダースからシンプルなノーカラージャケットまでかなり幅広かったですよね。コーディネートとしてはカジュアルからドレス要素強めなものまで網羅していて、それに伴って選んだ時計もスポーティーなものからドレスなものまで合わせられたかなと思います。変な話、マルジェラに合わせて時計を選んでみましたけど、ある意味似たようなテイストのコーディネートが好きな人にはこういう時計がおすすめですよって言えたかなと。今回選んだ組み合わせが誰かに刺さってくれたら私は嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あったかくして寝ろよ。いやー、私のマルジェラの思い出なんですけどね、マルジェラのアイテムで少し前に気になったやつがあって、ドッキングニットシャツワンピースっていうやつなんですけど、シャツとニットがドッキングしててパッと見シャツの上にニットベスト着てるように見えるんですけど、実は1枚ですみたいなやつで、それで試しに1回着てみたんですけどね、したらまあそれがめちゃくちゃ大きくて、いわゆるオーバーサイズだったんですよね。もうね、イケイケの女子ならいざ知らず、私はちょっとどう着ていいかわからなくて結局諦めちゃいましたけど、マルジェラのああいう一見普通なんだけどよく見ると変みたいなのが好きなんですけどね。まあとにかくビッグシルエット時代も終わりを告げようとしているみたいで、きれいめなのが好きな私にとっては大歓迎ですね。それからマルジェラといえばクリエイティブディレクターが変わりましたよね。ジョン・ガリアーノが退任してグレン・マーティンスになって、グレン・マーティンスのマルジェラといえば 26SS のプレタポルテのランウェイがめちゃくちゃ話題になりましたよね。悪い意味で子供の演奏とか四つタグのマウスピースとか、
だいたいそっちの癖とインパクトが強かった演出の方ばっかり語られがちでしたけども、肝心のアイテム自体はガリアンの時代よりリアルクローズ寄りになっているようで、使いやすいものが増えるんじゃないかということのようですね。正直私は使いやすいアイテムは大歓迎なんですが、あとはマルジェラ感といいますか、マルジェラの手法とか思想が詰まったものが出てくれればなと思います。まあニットとかその辺が欲しいんですけどね。はい、それでは。